キスパートということで、そうですね、開発者の皆様とオープンにいろいろなことについて、Windows アプリケーション開発のことについて、お話しできればなと思います。それでは私、木下からですね、こちらのセッションの概要の方をご説明させていただきます。はい。で、まずこちらチャットの方にも投稿させていただいているんですけれども、このセッションは録画されているものになります。なので、こちら録画されることについてご了承いただければなと思います。まずですね、本日のアジェンダは、まずはじめに私の方からこのセッションについて簡単にご説明させていただいて、その後私たち、回答側のチームの方を簡単に紹介させていただいて、その後でいろいろと、気になっている点を、ご質問いただければなと思います。本日のセッションですね、Teams で開催しているんですけれども、チャットの方からご質問を投稿していただいても、あるいは挙手する機能があると思うので、こちらで、発話して、質問されたい方は手を挙げていただいて、私たちの方でマイクのミュートを切らせてもらって、その後、ご質問いただく、どちらでも、参加いただくことができます。そうですね、ちょっと繰り返しというか、当たり前なことにはなるんですけれども、このセッションは録画されているということと、あと、そうですね、スパムとか、そういったメッセージはお控えいただければなと思います。はい、こちら、同じようなことが書いてあるんですけれども、必要に応じてこちらもご参考ください。はい。では本日私どもの方のメンバーの紹介をさせていただきます。まず私が木下俊と申します。日本マイクロソフトのカスタマーサポートサービスのチームで、開発者向け製品の、サポートをさせていただいています。最近の流行りとしては、サモエドっていう白くて大きい犬がいるんですけど、この動画を YouTube で見るのがすごく好きです。では続いて早川さん、お願いします。こんにちは。木下と同じ開発者様のサポートチームの早川と申します。チームでエスカレーションエンジニアというロールを担当しています。最近のトピックとしては、引っ越しをして、作業部屋を今、いろいろいじってるんですけど、最近はちょっと緑を増やし始めたので、緑の成長が楽しみです。よろしくお願いします。次、吉田さんお願いします。ミュートになってますね。はい、失礼しました。はい、吉田淳と申します。他の2人と同じデベロッパーサポート、開発向けのサポートをしております。メインは、ユーザーインターフェース周りと、いわゆる Win32 アプリという形のものですので、このテーマに、参加させていただいております。はい、最近はそうですね、ずっとバイオリンやって練習はしておりますが、まだそんな人に聞かせられるレベルではないというところです。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いしはい、ます。ありがとうございます。では本日こちらの3名で皆様からのご質問に精一杯答えさせていただきますので、よろしくお願いいたします。はい。それでは早速なんですけれども、はい、もうこの段階からはご質問を承るという、段階になってきます。もしこちらに書いてあるようなトピックや関連するところで、ご質問ありましたら、チャットか、あるいは挙手していただいて、直接ご質問いただければと思います。ですかね。本日のセッションだと Windows App SDK は私の方から、ご紹介させていただいたんですけれども、こちらに関連する、気になっているところとか、あるいはその Windows App SDK 以外にも、.NET フレームワーク、.NET、あと、Visual C++ とか、そういった質問でも構いませんので、ぜひお気軽にお願いします。
こちら参加者の皆様、挙手以外のリアクションとかもできるんですかね。もしできそうであれば、本日私のWindows App SDK についてのセッション参加してご覧にいただいた方、どのくらいいるのかなって少し気になったんですけど、いいねとかにっこりマークでリアクションとかっていただけますか？おお、結構いらっしゃいますね。ありがとうございます。もし質問などあれば、今みたいに手を挙げていただければ、ミュート解除しますので、ぜひお気軽にお願いします。質問ありがとうございます。何に移行すればいいのか、選択肢が多くて悩ましいです。AppSDK でいいのか、Win3 に SDK、Forms、WPF でいいのか、React Native に行った方がいいのか、Microsoft の中ではどんな基準で選ばれているかというところですね。そうですね。マイクロソフト社内での基準っていうところを少しご紹介させていただくと、Windows 上で動くアプリケーションというところは、Windows App SDK で、しばらく行こうという形で、開発は進んでいるという感じですね。でもちろんその WinForms とか WPF、あと React Native、それぞれ、例えば React Native であれば、クロスプラットフォームに対応する必要があるときとか、あと WinForms などであれば、以前の資産がある程度あって、それに対応するっていうところとか、そういったニーズに合わせてお選びいただくのがいいのかなと思いますね。そうですね。実際に移行されているアプリだと、今ご紹介できるものとしては、Windows 10とか11に搭載されているAndroid スマートフォンと連携するスマホ同期というアプリケーションあったと思うんですけれども、まずはあれがWindows App SDK と WinUI3 で、再実装というか、新しいバージョンはそちらで開発が進んでいるということはお伝えすることができますね。ちょっと他のプラットフォームでの移行例っていうのは、そうですね、あんまり、思い浮かばないかな。はい。今のところはそういう感じですね。早川さんとか吉田さん、何か補足などありますでしょうか？そうですね。出来上がった製品の移行とはちょっとまた違うんですけれども、ドットネット6で使われている MAUI であるとか、あと先ほどお話しありましたリアクトネイティブですとかの、Windows 上の実装部分において Windows App SDK を利用しているというのもありますので、マイクロソフトの製品としては、だんだん内側で Windows App SDK を使っているという状況はございますね。そうですよね。やっぱりマイクロソフト内で実装されているアプリケーションってなると、Windows 向けっていうのが前提にはなってくるので、その中で Windows App SDK 選ばれていることが多いのかなと思います。確かにどんどんその UI のフレームワークとか SDK が登場して来てて、並行して選べる状態なので、結構迷われてる方も多いんじゃないかなと思いますね。どういうものを作っていくかにもよりますよね。OS だとやっぱり OS のツールが多いので、あんまりいろいろと新しいその UI 技術を入れていくというよりかは、従来のものに機能を拡張していくっていうところもあるでしょうし、その辺はいろいろだと思います。いわゆるオフィスですとか、ああいったものがどうなるかっていうのはこれからですけど、やはり新しい技術にというところは当然あるので、そういった移行は進んでいくというのが今後考えられるところですよね。そうですね、確かに。
確かにそのタイミングは難しいですよね。あの、なんていうんでしょう、リリースされたからじゃあすぐ入れようかっていうのも、確かにそこはもうちょっと待とうかっていうのも実際あるのかなという気はしますけど、ただやはり手をかけていて、何かこういうことができるのねと分かっていながら、そのお客様の開発を、進めていく中で、ここはあれが使えるんじゃないかなと分かっているのはやはり必要だと思うので、どこかで手をつけていただくっていうのはやはり必要かなと思います。さっき挙げていただいたその WinSunny SDK、Forms、WPF だと、やはりなんでしょうね、これはうまくこっちの方がいくんだけど、WPF だったらこれができるけど、WinForm できないとか、逆にWinForm だとこれができるのに WPF できないなとか、WinSunny SDK だと、ちょっとこんなにいろいろ書かなきゃいけないのみたいなのがあったりとか、そういったのがいろいろあったかと思うんですが、そういったものをうまくまとめていこうという部分も若干あるので、そこを考えて移行していただくっていうのは、一つの方法としてありかなと思います。ぱりそうですよね。なんか、新しい SDK とかって、なんだろう、新機能ってだけじゃなくて、今までもできたけど、より簡単になったとか、そういう機能も結構ありますもんね。そうですね。罠にはまってってなかなかそうですよね。実際にやってみたら罠にはまってっていう、場合によっても、起こっちゃったりしますね。ありがとうございます。ラストの場合はどのような開発フローになるのか、SDK のクリエイトを追加してカーゴビルドするというエクゼができるのか。そうですね、確かに。こちら、早川さん、吉田さん、何か存知だったりしますかね。SDK の基本的にはやっぱりライブラリーとしてパッケージされていて、でそれを入れて実行すれば、Windows 側ではもう用意されている API をその言語からどう呼び出すかっていうところになってくるので、ちょっとそうですね、イメージと合ってるかは少し不安なところはあるんですけれども、基本的にはその SDK のライブラリをインポートしてビルドすると使えるようになるっていう認識で間違いないのかなと思います。ブートストラッパー API っていうのがあって、それで初期化を呼び出すみたいなのは、Win さんにアプリでも必要なんですけれども、同じようなのがあるようですね、ラストでも。ちょっと今、すごく簡単になんですけど、お調べして、GitHub のこの README に、やっぱりそのクレートを入れて、ちょっとその初期化の処理を書いてあげるっていう手順がご紹介がありましたので、こちらもご参考いただければと思います。今、早川さんおっしゃっていただいたのはこれですよね。ブートストラップのイニシャライズメソッド。そうですね。はい。ありがとうございます。
そうですね。他だと、最近だと .NET5 とか .NET6 への移行っていうところも結構お問い合わせいただくこと多いですよね。江川さんとか。そうですね。.NET5 も新しいと思ってたらもう6ですね。そうですよね。ライフサイクルが結構、頻繁に進化しているっていう感じです。考えると、追加されて、ビジュアルスタジオでも使えてみたいなのもあって、はい。まあ、しやすくなってるんですか？移行がっていうことですか？もちろんその .NET フレームワークから はい。.NET6 への移行だったりとか、なんかそういったものをお考えいただいているケースが、お問い合わせでもちょこちょこと出てきてるかなという気はしますね。そうですね。確かに。だんだんと実際に使ってみてこうでしたとか、そういった踏み込んだ内容の問い合わせもちょっとずつ増えてる印象ですよね。ありがとうございます。はい、ご質問いただいて大丈夫ですので、ちょっとマイクのミュートを解除させていただきますね。少々お待ちください。どうでしょう。今、ミュートを解除してみました。でも書いていただいている内容ですかね。各々が今 Windows アプリを作ることになったら何を選ぶのかっていうことですね。私たちというこ私たちが。とですよね。はい。あ難しい質問ですね。そうだったんです。すいません。ちょっとミュートがうまく解除できてなかったみたいで、大変失礼しました。そうですね。アプリの規模にもよりますかね。そうですね。今私が気になっているのは、.NET MAUI とか、UNO プラットフォームみたいなクロスプラットフォーム環境
で作ってみたいなっていう気になる度はありますね。なんか、はい。見たいだよね、そうそうですね。で、その選定理由は、やっぱり興味があるからです。はい、そうですね。興味があるっていうのと、あとやっぱり、一度書いたら、他のところでも動くっていうのが、いいかなって。確かに自分も、コンピューター使ってる場面、スマホもあるし、タブレットもあるし、パソコンもあるしっていう感じなので、多分今のユーザーはみんなそういうのが普通なのかなと思うと、それ全部に向けて、一貫したそのアプリケーションを提供できるっていうのはいいのかなと思ってます。じゃあ、比較的単納期で、比較的しっかり動かないと困るみたいなアプリを作ってくれって業務上言われたらどうしますか？私ですか？その前提で早川さんが答えるのかと思ったんですけど人に振りましたね、今。いえ、僕だったらちょっと正直、.NET6 とか C# とかでコンソールとか、WinForm WPF とかを選んでしまうかもしれない。やっぱり慣れてる分は多いので。うん、確かに納期は考えますよね。単納期でしっかりっていう話だと、やはり、そうですね、.NET フレームワーク 4.8 で、ちょっと今後も考えながら WPF を使うとか、そういう感じがあるかなと思いますね。逆にもうちょっと長いタームで、外向けにも、外部のお客さんにも出していこうみたいな話があるんだったら、やっぱり Windows App SDK でとりあえずやってみようかっていう気にはなるところです。それはバージョンを今後重ねていく上で、やっぱり新しいものを取り入れていかなきゃいけないなと思うからですね。はい。ですね。それでご質問への回答になってましたでしょうか？面白い。ありがとうございます。ありがそうとうございます。ですね。やっぱり先ほど木下もデモをしてましたけど、今月はもうあれですけど、来月いっぱいでなんとかしようっていうのに、Windows App SDK 使って、あまり問題を起こさずにいくっていうのは、ちょっと心配が多いかなと思いますね。なので、あの、そんなに急にどうこうしようということではなくて、やはり新しい機能をどうやって今後盛り込んでいこうかっていうあたりから入っていって、そうですね。タイミング的には例えば、年末ぐらいにリリースを想定しているプロジェクトに対して作っていくみたいなのはあるかなと思います。Windows App SDK のそれなりの規模のサンプルはありますか？昔の SDK は SDK にサンプラーがついてて大変参考になりましたということで、そうですね。ちょっと私が、存じ上げているものだと、今回の、発表のデモでも、その土台として使ったんですけれども、WinUI Gallery っていうサンプルアプリがあって、その中で WinUI3 で使えるコントロールとか、あと、そのアプリ自体が WinUI3 のアプリなので、そこにWindows App SDK 使う、なんていうんですかね、独自の実装を追加してみるとか、そういうのが比較的簡単にできるものになってます。今ちょっとお調べしてチャットに貼らせていただきますね。ありがとうございます。こちらになりますね。
つい先日までWinUI3 のブランチは WinUI3 っていうブランチに分かれてたんですけど、今はマスターブランチがもう WinUI3 の実装になっているので、こちらクローンしていただいて、中見ると、いろいろ UI コントロールの使い方とか、分かりやすいのかなと思います。昔の Win32SDK をこう引き合いに出されると、ちょっと辛いところはありますよね。なかなかこれまでずっと作ってきて、追加されてっていうところとの比較になってしまうので、ただ、やはり我々としてもこういうところに力を入れたいっていうところに対しては、それなりのサンプルがあったりとか、そういったものが見えてくるかと思いますので、ぜひ見ていただいて、何かあればお問い合わせいただくとか、そういったこともご検討いただければと思います。そうですね。古いクラシック SDK のサンプルも含めて、サンプルコードがGitHub に上がってたりしますので、そちらの方も活用いただければと思います。はい。実はこの今、2つ目に送った方のサンプルには、プッシュ通知を受け取るとか、今日のセッションで扱ったもう片方のその実装した機能側のサンプルもありますので、こちらも合わせてご参考ください。では、そろそろお時間の方迫ってまいりましたので、最後のスライドに進ませていただきます。今日はお集まりいただいて貴重なフィードバックとご質問いただきまして本当にありがとうございました。今回のセッション、フィードバックのこのリンクからですね、フィードバックを、送ることもできますので、こちらもお時間ありましたらよろしくお願いいたします。はい。それでは本日の Ask the Expert のセッションは以上としたいと思います。お集まりいただいてありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。